あれこんにちは。クリアコードの須藤です。よろしくお願いします。今日は、じゃあもう一回拍手しておきます。じゃあ、はい。今日は ADBC というやつを皆さんに紹介したいと思います。私ですけども、社長をやりながら Ruby コミッターをやっている数少ない人の一人です。最近は NACL の前田社長が仲間に加わりました。で、私はクリアコードっていう会社の社長なんですけれども、今年も Ruby 会議をシルバースポンサーとして応援しています。そういうことです。はい、わかりますね。はい、で、あと私今日 ADBC というやつに関係するプロジェクトで Apache Arrow っていうやつがあるんですけども、それも結構頑張ってます。で、去年はこの Apache Arrow プロジェクトのプロジェクト代表みたいなやつを1年務めたりしましたし、歴代のコミット数も2位になってると、すごい頑張ってる感ありますよね。はい。っていうくらいなんですかね、トップレベルの人なわけですよ、私は。そんなRuby のコミッター Ruby 関係でも頑張ってるし、Apache Arrow っていう方でも頑張ってる私がその両方を使ってやるプロダクトの、最先端のことを紹介します。非常に贅沢な時間ですね。Ruby 会議はね、この最先端の人が最先端のことを話してくれると。皆さんは違うセッション行かなくてラッキーでしたね。っていうので、もう一個関係するやつを紹介します。レッドデータツールスっていうプロジェクトも立ち上げています。で、これは Ruby 用のデータ処理ツールを提供するプロジェクトになります。で、ADBC っていう今日紹介するやつもその Ruby でデータ処理をするにあたって使えるツールの一つなので、このプロジェクトの一環として取り組んでるっていうことですね。で、今日この話を一通り聞いて興味がある、僕もデータ処理ツール作りたいっていう人が増えると私は非常に嬉しいと思ってます。で、ここの URL にこのプロジェクトのポリシーがあるので、後で興味が出た人は読んでみてください。で、その中で2つだけちょっとここで紹介しておきます。で、1つが5番目のポリシーですね。で、これは、部外者からの非難は気にしないっていうポリシーになってます。で、これどういうことかというとですね、Ruby をデータ処理の時のツールに使うっていうと、Ruby 会議に来てる人とかでも、大体はそれ他の言語でやればいいんじゃないとか、Ruby 使わなくていいんじゃないって言うんですね。で、このポリシーに照らし合わせるとですね、私の反応はうるせえ黙れですね。1日目の松本さんの話でもRuby の型へのアプローチがおかしいから何やってんのって言われる話がありましたけれども、それと同じようなポジションにいるんだろうなと思ってます。でも松本さんも他の人たちが何か言っててもそういうことできるんだよって実証してやるとか言ってましたが、私たちも同じような気持ちでやってます。簡単にできるからやるとかではなくて、実現が困難かもしれないけど、こういう Ruby でデータ処理できる未来を発明するためにやってるということですね。なのでその手を動かしない人たちが文句言ってることは私たちは無視するので、皆さんがそう思っても別に私に言う必要はありません。無視されるだけなので。で、こういうふうに言うとなんかストイックで怖いそうですね、レッドデータツールスって思うと思うんですが、Ruby が楽しさを追求している言語なので、このプロジェクトも楽しさを追求してやってます。大事にしてやってますので、楽しくデータ処理ツールを Ruby で使うようにしたいっていう人はぜひ来てください。で、今日は何を話すかなんですけれども、Ruby を大量データの読み書きにも使いませんかと、そういうことができますよっていうことを紹介します。で、その Ruby で大きいデータをロードするっていうのをやったことある人は、いやすでにそれエンバルクっていうのあるんじゃないのと
思う人もいると思います。で実際そのエンバルクはJava で実装されてはいるんですけれども JRuby その Java で実装された Ruby の実装 Ruby 実装ですねを使って、Ruby を使うことができるそういうプロダクトになっていますがエンバルクは JRuby のサポートを縮小していく計画だそうなので、この後も使えるかどうかはちょっとわからないですね。ということで今日紹介する ADBC というものが、エンバルクとはまた違ったアプローチとして使えるのではないでしょうかということです。で ADBC というのはアローデータベースコネクティビリティの略ですね。で同じような名前のものに ODBC というものがあるんですけども、それと名前の付け方同じです。でやりたいことも同じです。で違いはちょっとおいおい説明しますけれども、共通してやりたいことは、バックエンドのデータベース接続したいデータベースが変わっても同じ API でプログラムを変えることなくその接続先の情報を変えるだけで動くようになるそんな API を提供することで、クライアント側のライブラリプログラムを作りやすくなる、そういうのを目指そうというそういうコンセプトのものですね。でRuby にも同じようなコンセプトでアクティブレコードとか CKL とかがありますがそういうようなものをイメージすると大体わかると思います。でこれの ADBC の他の類似プロダクトとの違いですけども、大きな違いは2番目の方ですね。大きなカラムナーデータ列指向のデータに最適化されているっていうのが違いになります。で大きな列指向のデータとは何かと思いますよね。思ってほしいんですよ私はこういうふうに言うときは。で大きなって言っても、人それぞれなんですよ。人それぞれ、扱ってるデータによってちょっと大きかったら大きいっていう人もいるしめっちゃ大きくないと大きくないとかっていう人もいますけども、例えば1カラムであっても100万レコード以上あったら大きいよねみたいな、そんなイメージ持ってもらえればとりあえずイメージとしてはいいと思います。で列指向っていうのは何かっていうのは絵も描いてるので説明すると思うじゃないですか。しないんですよ。この後特に使わないので説明しません。気になる人は後で私に聞きに来てください。簡単に言っておくとデータ分析に向いているデータの持ち方みたいなもんだと思えばそれで十分です。で、どうやってこの大量データの列形式のデータを扱うのに最適化しているかっていうと、この3つのやり方で実現してます。で1つがアパッチャローデータフォーマットっていうのを使うってことですね。でこれの詳しい話もしないんですよ。しないんですねしないのでこれはもう資料にまとめたものがあるので興味ある人は見るかあるいは後で私に聞きに来てください。で、これが何に効くかっていうところなんですけども、小さなデータだったらもう全然アパッチャローフォーマットとか使う必要がないんですけども、大きなデータだとデータを交換するときにいかにコスト低くやるかっていうのが効いてくるんですね。その小さなデータだと交換するときにちょっとオーバーヘッドがあっても1回とか数回オーバーヘッドがあるだけなので全体で見ても大して気にならないですけども、大量のデータだと少しのオーバーヘッドが積もり積もって大きなオーバーヘッドになるっていうのがあるので、そこのコストを削減するっていうのが重要になってきます。そこら辺でいい感じにやってくれるものがこのアパッチャローデータフォーマットですね。で今回、注目しているのがデータの読み書きなので、読み書き部分についてどう最適化しているかもざっと紹介しておきます。でまずデータを読むときですね。読むときは並列で読めるような仕組みがもう組み込みで入っているので、大量のデータでも同時にダウンロードするなり処理するなりっていうことができるようになってて、たくさんのリソースを一気に使って早く処理するっていうことができる仕組みになっています。でデータの書き込みに関してはまとめてデータを入れるっていう
広く使われているアプローチをやっぱりこれでもできるようにしてます。その Rails アプリケーションを作ってる皆さんが多分多いんだと思うんですけども、それでも初期データを入れるとかっていう時にその別のジェムとかで一気にデータ入れるなり、新しいアクティブレコードの API 使って一気に入れるなり、そういう工夫をして早くするっていうのをやってると思うんですけども、そういうことをやっぱりそれをもっと頑張ってやってる、そういうイメージですね。なので高速に読み書きするのもいろいろ工夫してるし、そもそもデータの交換するっていうところも頑張ってる、そういうふうなことで実現しています。で実際どのくらい早いのかということが皆さんはそろそろ気になってきてるはずなんですね。なのでちょうどいいタイミングでこのデータを出すわけですよ。でこれが実際に私が実測した値になります。でこれ単純な例なんです。1個の整数型のカラムがあるテーブルに、レコードを詰め込んで、それを全部セレクトするなんで、読み込みですね、読み込みがどのくらいかかるかっていうのの時間を測ってます。で縦軸が実行時間なので棒が低いほど速いっていうことになります。で、100K は10万レコードですかね。10万レコードくらいだったら同じくらいの速度ですけれども、違いはもうほとんどないくらいですけれども、100万レコード違うの100万レコードになると、差がちょっと出てきて、でさらに増えると2倍くらいの差になる。でこれ増えていくともっと差が広がっていくと、そういう傾向が見えますと。なので ADBC を使うと速くなるということが分かります。でこの関係ないんですけれども、この図はですね、レッドデータツールスが開発しているチャーティってやつで可視化したもの、作ったものです。でこれは Rabbit っていうプレゼンツールを使ってるんですけども、それにチャーティが組み込まれているので、こういうのが実現できているわけですね。すごいところなんですよ。わかる？でADBC がどういう感じで処理をしているかをざっくり紹介します。で普通こうやるよねっていう感じになっているので、そうだよねって思えばいいが簡単な説明です。でここがユーザーなんですけど、ユーザーがクエリを投げます。でその時は接続先のデータベースによらず、同じこの接続先がどっちでも同じ API を使えばつながる、そういう仕組みになってます。ただデータベースによってつなげ方、接続の仕方とかはやっぱ違うので、そこの違いは ADBC の中でドライバーというレイヤーで抽象化して吸収します。アクティブレコードだとアダプターと呼ばれているレイヤーですね。なので普通にこういうふうな感じの仕組みになってます。で普通の他のやつと違うのは結果をアパッチャローデータとして返すってところですね。なのでここが速さの秘訣の一つでもあるということです。で API はちょっと最初の方のスライドで省略したんですけれども、Ruby 以外からいろんな言語から統一して使える仕様になってるんですね、ADBC っていうのは。なので、Ruby だけじゃなく C とか Go とか Rust とか Java とか Python とか R とかいろんな言語から使えるようになってます。で今回は Ruby から使うことになるんですけれども、それは C の API をベースにしているので、ちょっと C の API を軽く紹介します。で C の API は大きく3つのオブジェクトからなってます。でまずデータベースが接続先のデータベースを表現するオブジェクトですね。でこれでどのデータベースに接続するかっていうのが決まります。でこのデータベースを使って、接続します。データベースに接続します。するとコネクションオブジェクトができます。でコネクションオブジェクトを作ったら各クエリごとにステートメントオブジェクトを作って実行すると、そうなるよねという感じの真っ当な設計になっています。で Ruby の API はこうなっていて、だいたいさっきのと同じ構造になってます。それを Ruby っぽい API にしてるっていう感じですね。なのでデータベースを開いて、それを使って接続してクエリを作って実行するという感じですね。でこれは、セレクトしているのでデータの読み込みの方になります。で書き込みの方はここの
クエリを実行しているところが変わるだけですね。ここの部分ですね。でここは、バルクインサートとかまとめてデータを登録する専用の API が用意されてますので、そこに Apache Arrow 形式のデータを入れると高速にロードできると、そういうふうな API になっているので、簡単に使えるようになってます。ただ簡単に使えるといっても Rails を使っている Rails アプリを作っているような人たちは簡単じゃねえよって多分思うと思うので、しょうがないのでアクティブレコードのアダプターの API も作り始めていますが、私あんまりアクティブレコード使わないので、普段使っている人が協力してくれると非常に嬉しいなと思いますので、興味がある人は一緒に開発していきましょう。で、言ってなかったんですけれども、この ADBC というのは開発が始まったばかりの割と新しいプロダクトになります。なのですごく安定してますとか、機能が全て完璧に揃ってますみたいな状態にはなってないです。できているところもあればできてないところもある、まだ改良したいところもあるとか、そういう状態になっています。で、例えばサポートしているデータベースでも、ポストグレスとか SQLite とかはありますけれども MySQL とかはないとか、そういう状態になってます。これからこの辺りも対応しているデータベースも増えたりとか、 ADBC 自体のパフォーマンスとかも上がったりとか、そういうふうになっていくような段階のプロダクトになってます。でもここら辺実装したいなっていう気持ちになった人向けに一応参考情報を伝えておくので頑張ってください。で、さっきのグラフと似たようなグラフなんですけども、これはちょっと現時点での ADBC の本当の姿を皆さんに示すものです。で、何が変わっているかというと、この緑のやつですね、緑の棒が増えてます。で、この緑の棒はオレンジの棒より遅いんですよ。さっき私青の棒とオレンジの棒何かって説明しなかった気がしますね。青の棒がADBC で、オレンジの棒が libpq っていう、普通のポストグレスのクライアントのライブラリになります。で、青の方が早いですねっていうのが前に見た図でした。で、今回その緑が増えてるんですけども、この緑も実は ADBC なんですよ。で ADBC なんですけども、ドライバーが普通のポストグレスのクライアントのライブラリをベースにしたやつです。なので普通にポストグレスのクライアントを使った方が早いです。びっくりしました？早いんですよ。データを取ってきて Apache Arrow 形式に変換するっていう追加処理しているので、多少オーバーヘッドがあるっていうのはそれは織り込み済みっていうか、そうだよねっていう感じなんですけども、もっと早くする、高速になんかするみたいなのはいろいろ最適化する余地はあると思うんで、これからもっと早くなるはずです。で、例えばどういうふうにすればいいかみたいなのは私もいくつかアイデアがあるので、皆さんもしポスグレだったらこうやれば早くなるよねみたいなアイデアを思いついた人は私に話して答え合わせをしてみてください。多分外れてると思います。で、ポイントが、ここで注目してほしいのは、じゃあこの青いバーがなんでこんなに速いのかってところなんですよ。この ADBC のフライト SQL バックエンドはなんでこんなに速いのかっていうところですね。で、このフライト SQL っていうのを全然説明せずにここまで来ましたけども、これは Apache Arrow フライトっていうのの上で SQL を使うものです。わかりました？わかんないですよね。じゃあフライトってなんだよっていう気持ちになりますよね。軽く説明します。詳細はこちらです。で、これは Apache Arrow というデータフォーマットを使って高速にリモートプロシージャーコール RPC を実現するためのフレームワークになります。で、早くするための仕組みがいろいろ詰まってます。詳細は説明しないです。で、一応簡単な、やり取りの流れだけは紹介します。一番簡単なのだと2往復やり取りすることでデータを
取得します。で1個目のやり取りですねはクライアント側からサーバー側にこんな処理を実行してくださいっていうクエリを投げて、サーバー側からクライアントに実行しましたよと、結果はここにありますよっていう情報を返します。で次のステップでは、ここにデータありますよっていうのを使ってサーバー側にデータを取りに行って、でサーバー側はストリームでデータを返す、そういうふうな仕組みになってます。やり取りとしては普通なんですけども、要所要所に高速にするための秘密が詰まってます。で、この上で SQL を使おうっていうのがこの Apache Arrow Flight SQL っていう仕組みですね。一番簡単なやり取りだとさっきと同じなんですけど、最初にクエリを投げるところで SQL を使うということですね。SQL 以外にもいろいろクエリの言語はありますけど、やっぱり SQL が広く使われているので SQL に特化したような拡張を用意しているっていう、そういう背景になります。でそのフライト SQL っていうので Postgres とやり取りするとこういう感じで、普通の Postgres のプロトコルでやり取りする libpq に比べてもだいぶ早い、そういう感じのことが実現できるわけです。でここで皆さんは不思議に思ってほしいんですよ。Postgres ってフライト SQL っていうのを喋れてるんですかと。喋れません。喋れませんので喋れるようにしときました、私が。でそうなんですよ、喋れないんですね。なんで喋れるようにしといたんですけども、これ完全にPostgresの話なんですね、ここ説明すると。でもここは Ruby 会議じゃないですか。Ruby 会議なのでちょっとここをもう細かく説明するのはちょっと気が引けます。引けますけどめっちゃ面白いんですよ技術的にはすごい面白いので、とりあえずご説明用の図も一応用意してきたんで、やろうと思えばできるけど、一旦残りのやつを終わらせて時間が余った分で余っただけ紹介します。で、今日のお話のまとめですけども、ADBC というもの、そういう仕組みができつつあります。なのでそれを使うと Ruby でも高速にデータを読み書きできる、データベースから読み書きできるっていうふうになってます。で、Postgres に関してはよりPostgres のネイティブなプロトコルだと、性能限界があるので、より高速に読み書きするためにフライト SQL を喋らせるっていうようなプロダクトも作ってて、それも動きつつあります。なのでRuby から ADBC を使って ADBC とフライト SQL っていうのを使って高速に Postgres と大量データをやり取りするっていうのが実現できるということですね。でアクティブレコード経由で使えたのがやっぱ便利でしょうということなので、そこら辺も気が向いたらちゃんと仕上げますっていうことですね。で、そうですね。でネットデータツールスっていうのの一環でこういうのやってるんですけども、他にもやっぱ仲間がいた方がはかどるので、今日やってる内容だったり、最初の方に紹介した Ruby でもデータ処理できるようにしたいとか、そういうの気持ちがある人は連絡してください。このサイトを見たらどこに行けば分かるとか、私に直接何か言うとかでもいいので、来てください。でただ気持ちはあるけど手は動かせないけどお金はあるみたいな人もいるのかなと思うので、こういうご提案もご用意しております。例えば自社の従業員の 20% とかを毎週ネットデータツールスの開発に当てていいよとか、そういう形で応援するっていうこともできます。あるいはもうフルタイムで開発する人を雇うみたいなのもいいんじゃないでしょうか。あるいはお金をネットデータツールスの方に集めて、あとはいい感じに誰か開発できるようにして進めてよっていうのもありかもしれないですが、よくわかんないので興味ある人は私に相談していいやり方を模索してみましょうっていうので、一通りRuby 会議としてのトークとしての体裁は終わったと
いうことなので、これですね、フライト SQL、ポスグレにフライト SQL を喋らせるための仕組みを残り5分ご紹介したいと思います。で終わらないのでもっと聞きたいとかあれば終わった後にまだ言ってくれれば説明します。でそうですね、これの話をするときに昨日関さんの話皆さん聞きました？いいこと言ってたんですよ、関さんが。久しぶりに私も関さんやっぱいいこと言うなって思いましたもん。コンカレンシーズエブリウェアって言ってたんですよ。これ見てください。ポストグレってプロセスベースの仕組みを使っているのでいろんなこれ1個プロセスなんですよ。これそれぞれのこの青い四角みたいなやつが。なのでこれ全部別プロセスがそれぞれ独立に動いてでも協力し合ってなんかタスクを完了する実行するみたいなことをやってるんですね。なのでコンカレンシーが普通の世界なんですね。これも関さんも自分のユースケースでコンカレンシーになって普通だよ六つ子に関してはみたいなこと言ってましたけども普通なんですよ。確かに関さん間違ってないでシーケンシャルの方が皆さん扱うプログラム書くときはシーケンシャルに書くと思うんですけども、そっちの方が普通だとやっぱ普段書いてると思っちゃうと思うんですけども、そんなことはないとシーケンシャルの方がスペシャルなんだっていうのは分かってるじゃんさすが関さんみたいな気持ちになるいい話だったんですね。っていう関さんのこともちゃんと褒めつつ説明しますね。でこれ難しいこれ今回はポスグレの拡張機能として実現しているのでもうポスグレに組み込まれてます。で別のアプローチとしてはクライアントとポスグレの間ここになんかプロキシサーバーみたいなのを1個立ててそいつがフライト SQL で来たやつを普通のポスグレのプロトコルに変換してやり取りするみたいなのもアプローチとしてはあるんですね。で実際そのポスグレに REST API をつけるっていうプロダクトがあるんですけどそういうのはそういうプロキシのアプローチを取ってるんですよ。でもそれだと性能が出ないはずなんですね。そのボトルネックがポスグレのプロトコルなのでそれじゃあかんとポスグレの拡張で実現するのはいいだろうと私は思ってこのアプローチを使ってます。で皆さん普段 Ruby 使うことが多いと思うのでじゃあ早くするにはどうしたらいいだろうって思った時にじゃあポスグレの拡張を作るかみたいな気持ちにならないとは思うんですけどポスグレの拡張ぐらい作れるようになっておくと何かあった時の選択肢増えて最善なのはどれかなみたいなのを選べるようになるのでそのくらいできるようになってもいいと思いますよ。なので私はポスグレの拡張というアプローチを選んでます。で難しいポイントなんですけどもこのポスグレのなんですかね並列化パラレルに置く仕組みっていうのはマルチプロセスなんですよ。そのプロセスを分けてそれぞれのプロセスで一つのことをやるっていう、それで強調して全体でなんかいい感じに早くやるっていう仕組みなんですね。ですけどこのフライト SQL サーバーを実装するライブラリーはスレッドなんですよ。マルチスレッドなんですよ。でなんかそこら辺のことを触ったことある人はピンとくると思うんですけれどもプロセスとかフォークとかとスレッドは混ぜたら危険なんですね。なのでそこが難しいポイントでしてで実際ここがフライト SQL のサーバーマルチプロセスじゃないマルチスレッドで動くところなんですけどもうここではポスグレの API には一切触らないというような設計にしているのですね。でここからもフォークもしないし、ポスグレの機能 API も使わないフライト SQL だけでやる。じゃあでも実際にポスグレからデータをポスグレにクエリ投げるとかポスグレから結果を取ってくるみたいなのはポスグレの API 使わないとできないんですよ。じゃあどうすんのよってなると思うんですけどプロセス間で通信するんですね。この専用の各接続ごとにフライト SQL のクエリを実行するプロセスを立ち上げるんですよ。なので複数の接続があったらこのエグゼキューター君っていうのはその接続ごとに出来上がって、そこで処理をしてでまたその
マルチスレッドで動いているサーバーに返していい感じに結果を返すみたいなことをしてるんですね。なんかかっこよくない？ダメ？ついてこれない？もうそうか。じゃあ時間なんで、じゃあ今日はこのくらいで終わりにします。ありがとうございました。